皆さんこんにちは。漫画素材工房です。このチャンネルでは皆さんが共通して抱えるあるあるの人体の悩みを美術解剖学に基づいて解説し、苦手を克服しようというコンセプトでお伝えしております。私の簡単なプロフィールはこちらになります。個人的な美術解剖学の勉強をまとめて月額制のクリエイター支援サービスで有料公開しています。今回はその有料版でよくいただく質問、人体はどの順番で勉強していけばいいの？という質問にお答えしたいと思います。これは文字通り課金者様からの質問なのですが、無料の独学で勉強したい方にも有効な方法なので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。美術解剖学ってそもそも何？という方は過去の動画もぜひご参照ください。はい、それでは現在有料版では私の勉強結果をこのように人体のパーツごとにまとめています。こちらがそれを5つに分けたカテゴリーですが、例えばこの肩、胴体をクリックすると胴体だけでも基本構造の2つ、さらに可動についても3つの種類に細かく分けています。そして一つ一つのまとめにはだいたい50枚から100枚ほどの解説画像を掲載しています。私はもともと人体作画が非常に下手くそで、そのコンプレックスの反動ですかね、もはや執念と言えるレベルで人体の勉強をしているのですが、その結果ちょっと情報量が多すぎるという事態になってきています。もちろんどの情報も大切なことばかりなんですよ。でも初めての方はその量に圧倒されて、どれから始めればいいのか迷ってしまう人が多いようです。でもたとえ圧倒されてしまったとしても難しく考える必要はありません。実はこれに対する答えは考える必要もないくらいシンプルで、結論から言うと自分が一番克服したいパーツから始めることです。特に有料課金をするほど勉強意欲の高い方なら、ここがどうしても知りたい、これさえうまく書けたら最高なのにといった箇所が必ずあると思います。例えば皆さん、学校の勉強を考えてほしいのですが、学校の授業やテストが好きだった人、もしくは今現在好きな人ってこの動画を見ている中にはあまりいないんじゃないでしょうか。私もその例に漏れず、学校の勉強が退屈で一体何の役に立つのかもわからないままノートを取り、テストも全て一夜漬けで乗り切っていました。そんなことでしたから、学校で学んだことはほとんど覚えていません。ですが皆さんが今まさに絵の勉強に取り組んでいるように、自分が学びたいことって言われなくても自主的にお金を払ってでもやるわけですよね。なぜなら書くことが本当に好きで、もっともっと上達したいという意欲があるからだと思います。なのでどこから勉強すればいいかという問いに対しては、自分の欲求に素直に従いましょう。そうすればモチベーションが保てる上に脳の吸収率も高まって、とても効率がいいというわけなんです。本当にシンプルですよね。まして美術解剖学って本格的な画家や芸術家がたしなむイメージですし、骨や筋肉は名前も難解なのでちょっとした苦行に思いますよね。ですがこのパーツがどうしても上手くなりたいという欲求さえあれば、どうやったらうまく描けるんだろうという試行錯誤が生まれ、そしてこのパーツってどうなってるんだろうという興味に変わります。そうすれば言われなくても勝手に勉強しちゃうし、理解できた時のなるほどという喜びや発見が強く印象づきますよね。そうして覚えたことはすぐ実践してみたいと思うはずです。ということで学ぶべき順番は自分が覚えたい場所から始めましょう。でもやりたいことだけやっていたら全体のバランスが悪くなるんじゃないと思うかもしれませんが、むしろバランスが悪くなってしまっていいんです。一つのパーツが目に見えて上手くなると、その分目が肥えてきて相対的に他のパーツがなんかしょぼいと思えてくるはずです。そうすると今度は、じゃあ次はこのパーツを克服しようと新たな欲求が生まれるはずです。すでに一つのパーツを上達させたという成功体験があるので、次のパーツにも前向きに取り組むことができますよね。その好循環を繰り返せば、最終的には人体をバランスよく描けるようになるというわけなんです。ではここからはそれをさらに深掘りして、
どうやったらより効率的に身につくのか、その勉強法を4つのキーワードから解説していきます。上からインプット、アウトプット、短期記憶、長期記憶です。勉強というのはこのインプットとアウトプットをバランスよく繰り返すのがいいと言われています。そして短期記憶は文字通り短期間で消えてしまう記憶。長期記憶は長期にわたって脳に残る記憶です。当然ながらせっかく勉強するのならこの長期記憶をしっかりと作っていかなければなりません。そしてその長期記憶を効率的に作るためにはインプットとアウトプット、この2つのバランスがとても重要なのです。ではまずインプットとアウトプット、それぞれの具体的な方法について解説していきます。まずはインプットについて。はじめに NG バージョンのインプット法をお伝えしますと、多分最も多くの方がやっているただ見るだけという方法です。これは多くの方が陥る罠ですが、情報を見てその瞬間になるほどと思った時点で大半を理解した気になってしまいますよね。ですが皆さん、例えばスポーツのルールを覚えたからといってそのスポーツを実際に華麗にプレイすることってできますか？まず無理ですよね。頭でわかることと実際にできることは全く違うんです。私のツイッターやピクシブには多くのフォロワーさんがいますが、多分ほとんどの方が無料のまとめをただ見ているだけなんじゃないかと思います。なるほどと理解することってとっても楽だし気分もいいですよね。でも実際に行動するのはめんどくさい。だからなるほどとなった一番気分がいい時点で多くの方は思考をストップしてしまうんです。そうすれば嬉しくて楽しいままでいられますからね。私もよく漫画のネームに長らく詰まった後に突然アイデアが湧いた瞬間は嬉しくて舞い上がり、そのまますぐ書くのではなく一旦休憩してゲームをすることがよくありました。だってそのアイデアをしっかりまとめようとしたらまた次の壁にぶつかるのが分かりきっていましたから。だから少しでも気分のいいままでいたい、苦しみたくないという気持ちでよく現実逃避していました。つまり何が言いたいかというと、現実から目を背け行動せずに成長することはできないんです。せっかく有料版に課金してくださった方はできればなるほどで止めずにちゃんと課金分の元を取れるようにぜひ行動してください。では効果のあるインプット方法は何かというと、皆さんお分かりですよね。実際に手を動かして模写をすることです。そしてこの模写をする際にも注意点があります。それはただ何も考えずに書くのではなく、物の構造を分析しながら頭を使って書くことです。ちょっと嫌になる気持ちとてもよくわかります。ケーブルを脳につないで全てのスキルをインストールできたらいいのにと私も何度思ったことか。でも断言できます。あなたが尊敬する神絵師の方々は皆例外なくこの道を通っています。ですので憧れの紙イラストを思い描きながら脳をフル回転させて分析をしてみてください。例えば生物なら正面、横、上など複数アングルの資料を探し、凹凸の細部を丁寧に観察するなどが有効です。実物があれば回しながら触ったりすると構造がより分かりやすくなります。人体の場合は骨格や筋肉図をもとに内部構造をイメージし、凹凸の意味を考えるのが大事です。そして気づいたことはその場でメモし、声にして五感全体で脳にすり込むという方法も有効です。私の勉強法では一つのパーツを覚えるとき、まずその骨格と筋肉構造をアプリや美術解剖学の本でインプットします。その後、一つのポーズを35アングルで撮影し、コマ送りのようなイメージでひたすら模写してアウトプットするという作業を繰り返しています。こちらが有料版で公開しているその模写デッサンになります。骨格や筋肉を考えながらシルエットの内部にこのように構造線を引いたり、筋肉の色分けをすると立体や解剖学の理解が同時に深まるんです。無料版で言うとポーズマニアックスというサイトがおすすめです。
360度とはいきませんが、このように水平方向に180度回転する 3D モデルが無料で使用できます。モデルの質もとても高いので、私もよく練習に使っています。説明欄に URL を載せておきますので、ぜひチェックしてください。市販のポーズ集などはほとんどが水平アングルでバラバラに切り取った単体のポーズ写真が主流です。これはイラストや漫画の一シーンを描くには有効ですが、キレキレの情報なので構造を学ぶという点では若干不向きです。なるべくコマ送りのような連続した写真資料を選びましょう。そしてこれを繰り返すと、頭の中に 3D ソフトで作ったような 3D モデルが出来上がります。人体が下手で悩んでいた以前の私の勉強法は、描いてみたいポーズを単体で、そしてシルエットのみで模写していました。シルエットは平面的、表面的な記号に過ぎないので、立体そのものを理解するにはちょっと物足りないんです。そして単体のポーズばかりをバラバラで描いていたので、手持ちの情報が断片的でつながらず、頭の中に 3D モデルが全くできていませんでした。するとどうなるかというと、見て描けば描けるけど見た通りにしか描けない。つまりアングルが変わると全く理解ができず、デッサンが崩れ、しかも悩む時間が長すぎて描くのが遅い。さらに構造そのものを理解していないので、何年経っても同じ問題を抱え、自分には全く才能がないんだという絶望の悪循環に陥っていました。ですので模写をする際は、ただ描くのではなく構造を学ぶ、シルエット内部の立体を意識するというのが手間はかかれども効率的な上達法なんです。正直慣れないうちはきついです。例えるなら筋トレが分かりやすいでしょうか。個人的には筋トレは大嫌いなんですけれど、負荷が高い分効果も絶大で、正しくしっかり取り組めばみるみる見た目が変化していくはずですよ。私のまとめではこのように骨や筋肉の構造をしっかり解説していますので、勉強の際には先に必ず構造を学んでからこちらのデッサンを参考に模写をしてみてください。そうすると、この膨らみはこの骨だったんだ、このへこみは骨と筋肉の隙間なんだといった発見があり、効率的なインプットにつながりますよ。ですがここで油断をしないでください。この状態ではテストの一夜漬けと同じなんです。経験のある方ならわかると思いますが、一夜漬けの内容って全く覚えてないはずです。インプットの直後は短期記憶なので、そこで満足して止めると残念ながら8割方忘れます。そこで必要なのがアウトプットです。せっかくインプットした情報ですから、発見の喜びを紙に書き出すつもりで好きなキャラクターを自由に描いてください。インプットする前の絵と比べたり、そこで気づいたことをメモしたり、 SNS にアップするのも効果的です。どうしてもわからない箇所があれば、またもう一度インプットして再度アウトプットを繰り返してください。私がなぜこのようにまとめを作ったり Twitter や Pixiv で無料公開をしているかというと、実はこのアウトプットのためなんです。インプットした情報をもとに自分に合った手順や法則、ポイントをまとめて図解と言葉にすることで効果的なアウトプットができるんです。このようにインプットとアウトプットの両方を交互に繰り返していくと、6割から7割は長期記憶として残りますので、ぜひ試してみてください。残りの3割から4割はどこへと思いますよね。悲しいですが、3割から4割すっぽ抜けるのはデフォルトです。どんなに頑張っても天才でもない限り 100% 覚えることはできません。私も自分でまとめを作っていますが、たまに読み返すとそうだったのとか、これ私が作ったんだっけということが何度もあったりするんです。私はそれほど記憶力がいい方ではありませんので、そこはもう完全に開き直っています。忘れたらもう一度自分のまとめをいつでも読み返せますからね。だからまとめを作って公開するのは私にとって一石二鳥三鳥のメリットがあるんです。一通り全てのパーツを勉強し終えたら、もう一度苦手な部分に戻って復習しましょう。私はそのやり方で、例えば足ならもう5週ほど同じ方法で復習し直しています。
その度に知識と記憶が強化されるので、安定的に上達ができているんです。このように私は美術解剖学を進行形で勉強しており、そのまとめをピクシブファンボックスやパトレオンといった月額制のクリエイター支援サービスで有料公開をしています。この通り、筋肉と骨の基本、可動の仕組みをパーツごとに分けてより詳しく解説しています。今回ご紹介した複数アングルの模写デッサンはトレスでの商用利用も可能なフリー素材としていますので、作品の資料としてお使いになりたい方は説明欄の URL からぜひチェックしてみてください。それでは今回の動画をまとめますと、勉強は自分のやりたいパーツから始めましょう。インプットだけでは短期記憶なのですぐに忘れます。逆にアウトプットだけでは情報が増えず、いくら書いてもあまり上達しません。何年も何年も書いているのに悪い意味で全く絵が上達しない人っていますよね。それはアウトプットのみでインプットを行っていないからなんです。インプットだけでなく、かといってアウトプットだけでもなく、インプットとアウトプットは交互に繰り返す。これをしっかりと意識してください。Twitter と Pixiv では無料の画像解説を随時公開していますので、ご興味のある方はそちらもぜひフォローしてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。